異なる2つの存在としての熊とウサギ、その2人の関係性を旅と絆というテーマにさまざまなアートメディアの形で皆さんに紹介しています。これまでの美術館のちょっと敷居が高いかなと思えるような壁を、壊していきたいなというふうに思っています。で、そのためには、一つは親しみやすい美術館にしていきたいということ、それからあと、ここに美術館があるんだということを知ってもらうためにも、美術館という今までの枠から少し飛び出して街にもいろいろ出ていくような美術館にしたいという気持ちがありました。星みたいにな形してるなって、でそこから星で2022年に学びやテラス美術館で個展を開いたのをきっかけに山形に行く機会がありました。2016年から今まで制作してきた作品をまとめた上に、新しいメディアにも挑戦して見せることができた特別な展示でした。地域の人と交流しながら進めたワークショップなどはいろんなジャンルの人と話し合いを重ねながら進めたからこそ全て実現できたと思います。ガウンさんが使っている道具、ペンを使ってということで、誰でも家庭にあるようなものを使って創作活動をしている。ちょっとやってみたいなと思ったら家に帰ってすぐにでも取り組めるような、本当に自分たちでも明日からでももしかしたら同じように絵を描いていくことができるということを思われるんじゃないかなという意味でも、市民の人たちの生活の中にアートというものが身近な存在として感じられるような試みになったかなというふうに思っています。ここは若葉町ウォーフという民間アートセンターなんですけれども、2017年にオープンして、で2年後に、COVID-19 の規制が入って劇場として使えないんだったら逆に施設を閉めるんじゃなくて開けちゃって街の空き地にしようっていう、どうせ開けるんだったらここに滞在してるアーティストが何人かいるんで絵描いてもらったらどうかっていうんで、キムさんも紹介していただいて、キムさんはここにこういう落書きをしていただいたんです。でこの他にもここはいろんな落書きあるんですけれども、でその後この空間を生かしていろんな展覧会とかやったんですけど、キムさんにも展覧会やっていただいて、その時はキムさんがすごい長い紙にずっと絵を描いて、それをしかもまっすぐつらないでこの中を渦巻きのように空間にキムさんのその描いた渦巻きが浮いてるような空間を作ってくださったんで。ジャンルを超えて自然に混ざり合うことができたのが、
すごく楽しいっていうか、このアートセンターらしい活動だったかなと思ってます。僕はすごく関心を持ってるし、今後も大きい期待を持って活動を見ていきたいと思っているところですけれども。ガウンちゃんとお会いしたのは多分もう4年以上前になるかな。最初はね、絵本の作家として私の前に現れました。とても可愛らしい絵を描く人だなと思って、物語が割とはっきりしててですね、その絵本の、それはまあ当時面白いと思って、それとちょっと驚いたのは語学力ですね。当時日本語も上手だったし、イタリア語英語もできるということで、自然にできるようになるわけではなくって、そのためにね、結構ノートを広げて一生懸命勉強してるんですよ。言葉の勉強を一生懸命やってるということも当時から見ておりました。もう一つはですね、状況に応じての応用力っていうんですかね、そういうものをね、割と身につけていく。かなり無茶なオーダーをして、湖のというか池というかの上に浮かぶ作品であるとか、既存の大きな壁面に取り付く壁画で、一番おそらく彼女が苦労したのはですね、要は森の中で、シートを使って展示をするという機会を作ったんですよ。で、初めての素材で初めてのテクニックというか、そういうものをですね、なんとか工夫して組み合わせて、新しいスタイルを作り出したということがあります。いつもね、次のことをやってみたいというようなことを考えてるというかな、その辺がね非常に面白いと思って、これからの彼女にも大きな期待をしております。
第2の部屋では2021年に若葉町オフで発表した長い布を用いた空間演出作品を施工スタッフさんたちの協力のもと学びやテラス美術館の空間に調和させるよう再調整を施し、さらに一味違った作風で発表しました。ハイライトとして山形名物のさくらんぼ、おそば、そして長瀞獅子踊り、東根祭りなど地域の名産物や名所をテーマに描いた絵をアニメ化する作業もしました。今回のガウンさんの展覧会ではストーリー性を少し大切にしていきたいなと思いました。最初にガウンさんからのメモをもらいました。でそれはガウンさんが今までどういった形で絵を描いてきたかということについての思いを書いていただいたメモで、それを読ませていただいた時にまず最初にガウンさんとお母さんのお話、幼い頃に離別をして、そして大人になってからまたお母さんとお会いして、でお母さんがご病気だったのでお母さんの病室で過ごす中ですぐ身近にあったペンで絵を描き始めた。それがきっかけだったと。お母さんは不幸にして亡くなられるんですけれども、そのお母さんとの絆を大切にまた絵を描き続けていく。そして絵を描き続けながら世界を旅していく中で、ガウンさん自身の中で自分にとっての絵という存在であったり、絵を描く楽しさであったり、絵が大好きだという気持ちが出てくる。でそして今度はお母さんと絵だった関係から、お母さんではなく自分と周りの人たちをつなぐコミュニケーションの一つのツールとして絵というものが成立をしていって、でそれが地域との結びつきだったり人との結びつきという中で、今横浜で行われているような地域とつながるような作品の展開ができているというのを、僕の中で一つはストーリーとして考えました。で今回はそのストーリーに基づきながら全体をご覧いただけるような展覧会になっています。ローマでイタリア語を学んでいた頃、ある日眺めていた風景と音楽のような人々の言葉が一つの和音になって都市のイメージを完成するんだと感じました。彼らの言語で話を交わした思いが都市の風景に溶け込んで、私の作品が完成されました。いろんな自分が行ったことある場所とかで、そこで経験した見たもの、場所、あと出会った人などを自分の想像を加えて一つの絵にまとめて描く作品が多いですね。で例えばこれはピサのシャトー。このような私の創作的プロセスはイタリアをはじめにいろんな国を経て現在も日本で続けています。東京、また私がスタジオを構えている横浜は日本各地から来た人々や多国籍の人が生活している場所ですが、国際交流の場として私の創作活動に大きく影響を与えてくれます。